こんにちは、ペッパンダです。今日は崩壊スターレールのパーティー編成での火力アップの調和 VS 防御力ダウンの虚無、この2つで現状どちらの方がダメージ効率が良いかを徹底解説検証していきたいと思います。以下が今回の概要となっております。ダメージの基礎知識、比較用のダメージ検証、防御力ダウンパーセントの検証、余ダメージパーセントバフの検証、攻撃力パーセントバフの検証、そして最後に虚無 VS 調和となっております。さて、これらを見ていく前にまず結論から言います。といっても少々複雑なので順を追って説明します。まずは虚無のデバフの防御力ダウンは 50% 前後から調和のバフの効率を超えることができます。次に2023年5月30日までに実装されているキャラクターでは防御力ダウンの付与の失敗の可能性も考えると調和のキャラクターの方がややダメージ効率が良いということになります。そして最後にパーティー編成において虚無プラス調和 VS 調和プラス調和で考えるなら現状では調和 ×2 の方がダメージ効率が良いということになります。以上の結論を踏まえた上で検証を見ていきましょう。まずは検証のベースとなる基礎知識と基礎環境を説明します。前回の動画で見たって人もいるかもしれませんのでサクッと終わらせたいと思います。まずダメージにランダム性はありません。1回そのダメージが出たら同じ環境ならまた同じダメージが出ます。次にクリティカルダメージは通常ダメージ×会心ダメージのパーセントです。これも固定です。最後に属性余ダメージは通常ダメージ×属性余ダメージのパーセントになっております。これも同様で固定となっております。次は検証前の環境設定です。今回も検証のベースはお寿司ちゃんレベル20、奇跡は全部レベル1になっています。公園水はお寿司ちゃんに合わない運命にして特殊効果は発動させないようにしています。そして異物は全ての検証において変更はありません。ここからは比較用のダメージ検証になります。今後検証の基盤になるダメージは以下の条件で記録されております。攻撃力パーセントが0、物理属性余ダメージパーセントが0、防御力ダウンパーセントが0という状態になっています。この条件下での通常ダメージは77です。そして会心ダメージは116になります。これらの結果を比較しやすいように画面の下に置いておきます。さあ、これをもとに防御力ダウンの検証も見ていきましょう。まずは攻撃力パーセントが0、物理属性余ダメージが0、防御力ダウンが 20% からのスタートになります。ここでは通常ダメージが89、そして会心ダメージが134になります。次は攻撃力パーセントが0、物理属性余ダメージが0、防御力ダウンパーセントが32となっております。ここでは通常ダメージは98、そして会心ダメージは148となります。最後は攻撃力パーセントが0、物理属性余ダメージが0、防御力ダウンが 52% となっております。ここでは通常ダメージは118、そして会心ダメージは178になります。これらの結果を表にすると以下のようになります。そしてこの表で注目してほしいのは防御力ダウン 1% ごとのダメージです。防御力 20% ダウンでは 1% ごとに 0.6 のダメージを与えておりますが、防御力 52% のダウンでは 1% ごとに 0.78 のダメージに上昇しております。防御力ダウンのパーセントが上がっていくごとにそのダメージの倍率は高くなっていきます。これは後で比較するときに大事なので覚えておいてください。そして今回の検証で改めて確認できたのが防御力を 20% 減らしてもダメージが 20% 前後上がるというものではありませんでした。さて、防御力ダウンの結果が分かったところで次は余ダメパーセントのバフの検証を見ていきましょう。まずは攻撃力パーセントが0、物理属性余ダメージが 42.9、防御力ダウンが0となってます。この場合通常ダメージは110、そして会心ダメージは166になります。次は攻撃力パーセントが0、物理属性余ダメージが 85.4、そして防御力ダウンパーセントが0になってます。
ここでは通常ダメージは144、そして会心ダメージは 144×1.5 で216になります。最後は攻撃力%が0、物理属性用ダメージが 126.1、そして防御力ダウン%が0になってます。ここでは通常ダメージは175、そして会心ダメージは 175×1.5 で 262.5、死者誤入して263になります。これらの結果を表にすると上のようになります。今回の検証で防御力ダウンとよだめアップのバフの違いが明確になりました。それはよだめ%を大きく上げても 1% ごとのダメージ上昇率はほぼ変わりませんでした。ですので防御力ダウン 20% 前後では負けていたダメージ効率も防御力ダウン 50% 前後でよだめバフのダメージ効率を上回ることができました。次は攻撃力%バフの検証も見ていきましょう。まずは攻撃力%が 43.8、 物理属性用ダメージ%が0、防御力ダウン%が0の状態です。ここでは通常ダメージは108で、紫のダメージは低運の追加ダメージなのでここでは一旦無視します。そして会心ダメージは 108×1.5 で162になります。次は攻撃力%が 89.8、 物理属性用ダメージ%が0、防御力ダウン%が0の状態です。ここでは通常ダメージは141で、紫ダメージは先ほどと同じ低運の追加ダメージなのでここでは一旦無視します。そして会心ダメージは 141×1.5 で212になります。以上の結果を表にすると上のようになります。攻撃力 1% ごとのダメージを見れば分かりますが、5ダメージバフに比べるとダメージがやや低めになっています。そして同じく防御力ダウンが 50% になった時に比べても明確に低くなることが分かりました。攻撃力%を大きく伸ばしても 1% ごとのダメージ上昇もほぼありませんでした。では次は今までの検証を全て比べてみるとこうなります。こうやって並べてみるとよくわかると思いますが、防御力ダウンは 50% からが本領発揮のようです。さあここで新たな疑問を感じている方もいらっしゃるかと思います。もしかしたら防御力が高い敵にはもっと効率が上がるのではないかと。なので次の検証は違うタイプの敵も試してみました。ここではやっていることは先ほどと同じ検証方法なのでサクッと結果だけ見せていきたいと思います。以上の検証をまとめた表が下のようになります。この表の上の部分が雑魚敵に対して防御力ダウンを使った場合と、そしてこの表の下の部分が終ボスの左手と右手に対して防御力ダウンを使った場合になります。そして最初の防御力ダウンの検証結果を上に表示した上で比べてみましょう。これらの結果を比べてみるとまさかの防御力が高い敵であればあるほど防御力ダウンをかけた時のダメージの伸び幅が低くなっておりました。つまり現状の検証では防御力ダウンは敵の防御力が高ければ高いほど効果が出るというわけではないということになります。さあここでもう一度全ての検証結果を見てみましょう。ここで注目するのはバフやデバフを 50% で想定した場合防御力ダウンが一番高くなるということも分かりましたね。ここでは数字が多いので詳細が気になる方は一時停止を推奨いたします。さあここで一旦情報の整理をしてみましょう。現在の結論ではその1、防御力ダウンはパーセントが上がれば上がるほど 1% ごとのダメージの比率が増えていく。その2、攻撃力または余ダメージバフはパーセントが上がっても 1% ごとのダメージ比率はほぼ同じである。その3、防御力ダウンは 30% 前後ではまだ火力バフの方が効率が良い。その4、防御力ダウンが 50% 前後になると防御力ダウンのデバフの方が効率が良いということになります。さあここまで来れば虚無 VS 調和のパーティー編成の検証も楽になるでしょう。なおここでは編成の検証がメインになりますので使えるバフは全て使う形になります。そして注意事項としては秘技を使用しないで検証していきます。
理由は秘技を前提条件にすると戦闘中に再度同じ条件を再現できないからです。まずは調和の帝雲と調和のブローニャを入れた場合の検証です。攻撃力パーセントは 124.8、 物理属性4ダメージパーセントは 126.1、 そして防御力ダウンパーセントは0になります。この条件下では通常ダメージは554になります。次は虚無のペラと調和のブローニャを入れた場合の検証です。攻撃力パーセントは46、物理属性4ダメージパーセントが 83.6、 そして防御力ダウンパーセントが32になります。この条件下では通常ダメージは258になりました。これらの結果を表にするとこうなります。これを見れば分かりますが、現在実装されているキャラクターでは帝雲とブローニャはバッファーとしてとても優秀です。ですので現状では調和 ×2 を編成した方が比較的に高いダメージを安定して出すことができると思います。もちろんペラの EP 回復率や必殺技の回転率を考えると決して弱くはない上に、これからすぐに銀狼も実装され、さらに防御力ダウンを持つキャラクターも公演数も増えていくと思います。なのでこの結果はまたすぐに変わるかもしれませんが、現状は一旦この結論とさせていただきます。という感じで今回の解説は以上となります。ここまで見てくださった皆様本当にありがとうございました。あと数日で銀狼が実装され、それによっては一気に状況が変わるかもしれません。今から楽しみですね。これからも崩壊スターレールで何かシェアできるものを発見でき次第動画を作っていきますので、もしよろしければ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いいたしましょう。以上、ペッパンだからでした。ではではです。